今回レビューする機体は、フライベアー FX820 グライダー SU35 テルミナートルです。本機モデルは、ロシアスホーイ社の誇る名戦闘機、フランカーシリーズの最終型にあたる SU35 で、2016年12月にロシアから中国に売却、引き渡しされた機体です。フランカーファミリーは西側諸国が開発する際に性能比較指標とするほど優れた飛行性能を有し、特にこの SU35 は向上した CCV に加えベクターノズルも搭載されているため、フラットスピン状態ですら故意に陥らせることができる変態的な機動性を誇る傑作機。中国は先に SU27 のコピー機 J15 を保有しておりますが、エンジンの自国生産がうまくいかず、オリジナルフランカーに比べ性能が著しく低いため、燃料搭載量を減らさないと空母から飛び立てないと言われる欠陥機。J15 は自国生産を諦めなくてはならず、結局ロシアから超高額ながらしぶしぶ購入。コピーを咎められた一件があったので、ふっかけられ、高い買い物になったようです。そんな中国にとって待望の SU35 をモデルとした本機をトイラジの言うことフライベアが製造販売。モデリングはトイラジにしてはなかなか頑張っていて、威力こそ拡大されているものの、機体のシルエットはフランカーファミリーの特徴をよく再現しており、とてもグッド。超半角をつけざるを得ないのは、本機が2モーターコントロールゆえ仕方ないところなので、そこは不問としましょう。カラーリングは J15 の関西試験機仕様の全身イエローカラー、フライベアーのシリーズに共通する EPP 製のボディが鮮やかに彩色されています。ボディの共通点といえば、先に発売されている FX823、F16 と同様、キャノピー先端はラバーキャップなので、墜落で破損するようなことはありません。これさえあれば、危険日も安心にことが行えるのです。スペック。重量はバッテリーを含まない実測で 38.3g。スペック表より少し重いです。モーターテスト。本機はトイラジによくある左右モーターを制御する2チャンネルコントロールで、スロットルとラダーだけで機体の上昇、下降、左右旋回を行います。ラダースティックを左に倒せば右モーター出力が上がって機体は左を向き、スティックを右に倒せば左モーター出力が上がって機体は右に向きます。旋回時は片方のモーター出力を下げる制御で操舵します。シリーズ初のジャイロ搭載となった本機は左右モーターを使って両変化を抑える仕組みで、ジャイロ搭載でヒットした C17 とよく似た制御ですが、よりロック志向が強くなり、ニュートラルセンター時には完全水平を取り戻そうとするため、送信機からトリムボタンがなくなってしまい、その調整から解放されましたが、RC 経験者にとっては戸惑いのもと、キャリブレーションはどうするんでしょうね。飛行テスト。風速に3メートルが常時吹いている環境でしたが、飛行テスト開始。水力も十分で、向かい風なら5メートルほどの滑走で離陸可能。とはいえ、メインギアはとても貧弱なので、離陸は手投げが無難だと思います。飛行の方ですが、飛ばし始めた最初こそトリムがないことに戸惑いましたが、スティックから手を離すと水平を取り戻そうと補正されるので、慣れてくるとかなり簡単に機体のコントロールが行えます。ただ、ピッチ変化に対する補正はないので、不ゴイド運動を抑えるべく、エレベーター代わりでもあるスロットルコントロールにはかなり気を使います。特に左右の旋回時には巻き込みが大きいため、事前にスロットルアップで規則をつけておかないと
機種が下を向くため回復できずに墜落しますし、向かい風や追い風で機種が上を向いたり下を向いたりするのに対し、逐一スロットルを合わせてコントロールしなくてはならないので、スロットルは結構忙しく操作しています。旋回性能は良いので、送信機にデュアルレートボタンはありませんが、スティックを倒しきって旋回すると巻き込んで墜落するため、ラダーは古いラジコンのように長打ちして操縦する必要があります。おかげで旋回半径がとても大きく、かなり広い飛行エリアを必要としますので、飛行場所を選ぶ際にはその点も考慮に入れておいてください。さて、機体特性の方ですが、操縦感覚から言えば C17 よりも機敏で、最高速度も上昇力も上回っています。水平尾翼による調整を行うことで、低速飛行もそこそこできるので、全体的に見れば、操縦難易度は低めであり、初心者向きと言えます。しかしながら、空気抵抗の少ないフォルムが、フゴイド運動からの脱出難易度を押し上げているあたりは、同社の F16 と同様で、操縦は簡単ではあるものの、それなりに慣れと経験を要しますね。ちなみに、私は、操縦感覚は SU35 が好きで、カラーリングは F16 が好きです。おっと、巻き込んで墜落してしまいました。でも、EPP 製のボディと、キシュラバーのおかげで、機体は全くの無傷。拾い上げてすぐ飛行可能です。本当に素晴らしい。価格の安さも、壊れにくさも、初めての空物なら、絶対トイラジをおすすめしたい。しかも本機は、スケール機のスタイリングに加え、ジャイロもついてて、言うことなしです。さて、そろそろ着陸です。アプローチから着地まで、トイラジらしく、ズボラな操縦でいいので楽ちん。トイラジは楽ですね。こうやって僕全然壊れないですもんね。